明朝の最後の日々、明朝の政治的弱体化。明朝の最終段階で内部の政治的弱体化が進行し、帝国は不安定な状態に陥っていました。政治的腐敗、宦官の権力の増大、そして皇帝の無力化が重なり、政府の効率が大きく損なわれました。これにより、地方の官僚と軍の支持を失うこととなります。特に万暦帝以降、継承問題や財政の逼迫が顕著になり、氾濫や自然災害に対する対応が遅れたことで、民衆の不満が高まりました。こうした一連の政治的問題は、明朝の支配構造を脆弱にし、最終的には王朝の崩壊を加速させる一因となりました。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。農民反乱と理事制の台頭。明朝末期の社会不安は農民反乱を引き起こし、その中でも理事制の反乱が特に重要でした。経済的な困窮と重税により農民層の生活が困難になり、反乱が頻発するようになります。理事制はこれを背景に支持を集め、広範囲にわたる軍事的成功を収めました。理事制は多くの都市を制圧し、ついには1644年に北京を包囲しました。この動きは明朝の統治にとどめを刺すことになります。理事制の反乱は明朝の軍事的、政治的弱体を浮き彫りにし、その後の清による中国統一の道を開くことになりました。北京の防衛都民の崩壊。北京の最終防衛戦は明朝の終焉を象徴する事件であり、清の勢力による中国統一のきっかけとなりました。明軍は内部分裂と指導力の欠如により、北京を守ることが困難になりました。一方で、清軍は戦略的に優位に立ち、北京を迅速に占領することができました。北京の陥落後、多くの明の将軍が投降または殺害され、清の勢力が迅速に北中国を掌握しました。このようにして北京の防衛の失敗は、明朝の最終的な崩壊を意味し、清による新たな時代の始まりを告げました。清の勢力拡大と戦略。ヌルハチの統一戦争。ヌルハチは清の基盤を固めるために統一戦争を展開しました。彼はさまざまな女真部族を統一し、清の前身である後金を建国します。この政治的及び軍事的統合により、周辺の諸民族や明朝に対して強固な立場を築きました。ヌルハチは焼き制度を導入し、軍事・社会両面での組織改革を行いました。これにより、彼の軍は高い戦闘力と統制を実現し、多くの成功を収めました。ヌルハチによる統一戦争は、清の勢力を確固たるものとし、中国統一への道を切り開きました。清の軍事戦略と戦術。清の軍事戦略と戦術は、その拡大戦略の中核を成しました。清はヌルハチとその後継者たちにより、柔軟で効果的な軍事戦略を採用しました。これには敵の弱点を突く速攻戦法や包囲戦、擬態脚などが含まれます。特に北京攻略に向けて、清は明朝の政治的混乱と農民反乱の機会を利用し、戦略的に重要な地点を次々と制圧していきました。このような戦術的な巧みさが、清の迅速な拡大と明朝に対する最終的な勝利を可能にしました。北京攻略への道筋。北京攻略は清の中国統一戦略の中で最も重要な転換点の一つでした。清は地理的及び政治的なアドバンテージを最大限に利用し、北京を包囲することで明朝の最後の抵抗を破りました。1644年、清軍は理事制の反乱軍によって開かれた北京の城門を通じて都市に侵入し、容易に制御下に置きました。この戦略的な動きは、その後の清の支配を確実なものとしました。北京の陥落は、清による中国全土の統一への道を確固たるものにし、新たな時代の幕開けを象徴しました。北京の陥落とその影響。清軍による北京占領。清軍による北京占領は、中国歴史の中でも特に劇的な転換点でした。清軍は戦略的な計画と迅速な行動により、北京をほぼ無血で占領しました。
この占領は明朝の正当な後継者として清が中国の支配権を手に入れる象徴的な出来事であります。1644年、李治世の反乱軍が北京を一時的に占領した後、清軍はこの混乱に乗じて北京に入城しました。この時、多くの市民や明朝の維新は清軍に抵抗することなく、彼らの統治を受け入れました。清軍の北京占領は、その後の清朝の中国全土に対する支配を確立する上で決定的な役割を果たしました。明朝の遺産と清の政策。清は北京占領後、明朝の遺産をうまく取り入れ、自身の政策に組み込むことで支配の正当性を強化しました。清朝は明けの制度、文化及び行政機構を一部継承し、これを機に自身の政策を展開。これにより、明から清への移行期における混乱を最小限に抑え、支配を安定させました。例えば、科挙制度の継続や明朝の法律の一部を取り入れたことなどが挙げられます。また、明朝の貴族や官僚の多くが清朝の体制に取り込まれ、その経験と知識が新たな王朝の基盤固めに利用されました。このようにして、明朝の遺産は清朝の統治の合法性と効率を高めるための重要な要素となりました。清の中国統一への影響。北京の陥落は、清朝による中国全土の統一過程において重要な接点でありました。北京占領後、清はその権威を利用して迅速に他の地域を支配下に置きました。北京の戦略的な位置と象徴性が、その後の統一作戦において清に大きなアドバンテージを与えました。清はその後、南明との戦いや三藩の乱を経て、順次全国各地を統一。これにより、最終的には広大な領土を治める多民族帝国が成立しました。北京の陥落とそれに続く一連の軍事的、政治的勝利が、清朝の中国統一と長期にわたる安定した支配を確立する基礎となりました。清朝の初期統治と挑戦。統治体制の確立。清朝は効率的な統治体制を迅速に確立し、広大な領土を統一的に管理することに成功しました。清朝のリーダーシップは、既存の行政システムを継承しつつ、必要に応じて改革を行う柔軟性を持っていました。これにより、中央と地方のバランスを持ちながら、効率的な政治機構を構築しました。特に、清は明朝の六部制を維持しながらも、それを清の政治思想に適合させた。また、焼き制度をさらに発展させ、これを行政と軍事の両面で活用しました。このようにして確立された統治体制は、清朝の迅速な安定化と効率的な支配を支える土台となりました。地方抵抗と清朝の対応。清朝は初期において多くの地方からの抵抗に直面しましたが、これに対して断固たる対応を取りました。清朝の統治を受け入れない地方勢力や民族が多く存在し、特に南明や三藩の乱など、複数の大規模な反乱が発生しました。清朝は軍事的にこれらの反乱を鎮圧すると同時に、地方のエリート層を政治参加に引き入れることで、徐々に抵抗勢力を低減しました。例えば、地方の豪族や学者を中央政府の官職に登用し、彼らの協力を得る政策を取りました。清朝は強力な軍事力と巧みな政治戦略を用いて地方の抵抗を抑え、中国全土の統一と安定を進めました。文化的統合と政策。清朝は多民族国家としての統治を確立するため、文化的統合を促進する政策を採用しました。多様な文化、言語、宗教を持つ国民を統一的に管理するため、清朝は文化的な差異を尊重しつつ、共通のアイデンティティを形成しようと努めました。清朝は漢族の儒教を尊重する一方で、満州族の文化や言語も保護しました。また、科挙試験を通じて漢族の知識層を政府の一部に組み込むことで、文化的な融合を進めました。これらの文化政策は、清朝が多民族国家としての統合を達成し、長期にわたる安定した支配を確保する基盤となりました。清朝の歴史的評価。清朝の歴史的達成。
清朝は中国の長い歴史の中で多くの重要な達成を成し遂げた王朝でした。清朝は統治の効率化、領土の拡大、科学技術の発展など多岐にわたる分野で顕著な成果を上げました。特に清朝は中国の最も広範囲にわたる領土を統一し、強力な中央集権体制を確立しました。例えば乾隆帝の時代には清朝は最大の半島を保持しており、チベットや新疆を含む現在の中国の大部分を支配下に置いていました。また科学技術においては天文学、数学、医学の分野で顕著な進展を遂げました。これらの歴史的達成は清朝を中国史上最も強大な王朝の一つとして位置づける要因となっています。清朝の政治と文化の影響。清朝は中国の政治システムと文化に深い影響を与え、その遺産は現代に至るまで続いています。清朝は法律、行政、文化政策において革新的な改革を行い、これが後の中国の政治と文化の基盤を形成しました。また清朝は文化的多様性を持ちながら統一された国家アイデンティティの構築を試みました。清朝は全国に統一された法律体系を導入し、科挙試験システムを完全に確立しました。文化的には清朝時代に制作された磁器や絵画、文学作品は世界的に高く評価されています。これらの政治的及び文化的成果は清朝の強い統治能力と富を象徴し、中国だけでなく世界の文化遺産として重要です。現代中国における清朝の遺産。現代中国は清朝の政治的、文化的遺産に大きく依存しています。清朝の政治システム、法律、文化政策は現代中国の政治と社会の構造に影響を与えています。清朝が確立した多くの慣習や制度は今日の中国社会に根強く残っています。例えば現代中国の行政区分や治安管理の基本は清朝時代に確立された制度に由来しています。また中国の建築様式や伝統芸術、祭祀の形式にも清朝の影響が見られます。清朝はその長い歴史と独自の文化を通じて現代中国のアイデンティティ形成に不可欠な役割を果たしており、その影響は今後も続くでしょう。